回はこちらのお花模様のニットタオルを編んでいこうと思います。同じサイズで、白とグレーを色違いでね編んでみました。使用している糸が結構ふわふわしていて吸水がねすごくいいので、ニットタオルとしてもすごくね使いやすい素材になっていると思います。こちらのサイズを見ていきます。横が、縁の一番端までで約20センチ、縦が、約19センチですね。使用した糸は、寺井さんからいただきましたコットンクラブアリゼのコットンゴールド。こちらにはね編みぐるみが載っているので、編みぐるみにおすすめの糸なのかなと思います。こちらのアリゼのコットンゴールドは 100g で 330m あります。すごくねたくさん入っている糸ですね。コットンが 55% ですね。 55%、 アクリルが 45% となっています。棒針だと 3.5mm、 かぎ針だと2から 4mm がおすすめサイズとなっています。そして、今映っているのはオレンジ色なんですが、これネオンオレンジですね。こちらでハンカチで使用したグレーはヤーンアートさんのジーンズという糸を使っています。こちらは 50g160m、 棒針だと 3.5mm、 かぎ針も 3.5mm となっています。そして同じですね。アクリル 45%、 コットン 55%。 こちらのアリゼのコットンゴールドとヤンアートのジーンズ、配合量は同じですね。そして使用したかぎ針は6号の 3.5mm を使っています。今回も、同じ色ですね。グレーと白で編んでいこうと思います。グレーはですねすでに開けてね使用してしまっているので、こちらのオレンジでご紹介させていただきました。では編み始めていきます。糸端は糸始末できる分10センチくらいですね残したところにかぎ針をこのように当てます。くるっと回転させて針に糸をかけてこの輪を引き抜きます。キュッと引き締めて結び目を作ったら鎖編みを3目、針に糸をかけたら一番最初に作った鎖の上半目と裏山、この2本ですね、2本を取るように針を入れます。そして針に糸をかけたら引き出してきてかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、鎖3目の立ち上がりに長編み1本を編み入れました。また鎖を3目編みます。針に糸をかけたら1つ目の鎖に先ほどと同じように上半目と裏山2本を取るように針を入れて長編みを編みます。ポコンとした、長編み2目一度の小さな玉編みですね。これを繰り返し、10個になるまで作っていきます。鎖3目、1目目に長編みを1つ、鎖を3目編んだら針に糸をかけて1目目に針を入れて糸を持ってきてかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、4つ目の小さな玉編みができました。10個になるまで続けていきます。
10個玉編みができました。次に、立ち上がりの玉編みを作ります。同じように鎖3目編んだら、針に糸をかけ、1目めの鎖上半目と裏山2本取るように針を入れ、糸をかけて引き出してきたら、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。これが立ち上がりになります。そしてまた鎖を3目、針に糸をかけたら1目目の鎖に針を入れ、長編みを途中まで編みます。この状態ですね。次は針に糸をかけて1つ下の玉編みの、根元ですね、長編みが入っているのと同じ鎖の目に針を入れて糸をかけて引き出してきます。そしてかけて2本引き抜き、長編みの未完成の状態。もう一度針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて持ってきたらかけて2本引き抜き、長編みの未完成の状態が2つ目ですね。そしてこのまままた針に糸をかけ、次の玉編みの根元ですね、ここに針を入れ、長編みの未完成を1つ2つ作ります。針に糸をかけ、もう一度同じところに針を入れ、糸を持ってきて引き出したらかけて2本引き抜く。はい、今はこんな状態になっています。針に全部で6本糸がかかっていて、手前から左から見ると長編みの未完成が2つ玉編みの根元に入っています。次の玉編みの根元にも長編みの未完成が2つ、こんな感じです。横になっている玉編みが2つあって、その端に3つ玉編みの未完成を作りかけている状態ですね。わかりますかね。はい、この状態になったら針に糸をかけて全部引き抜きます。引き抜くとこのような状態になります。次、鎖3目編みます。針に糸をかけたら、このまとめたところですね、中心のところに針を入れてかけて糸を引き出す、かけて2本引き抜いて長編みの未完成の状態。これが一つの玉編みの途中の部分です。この玉編み、横になっている玉編みと同じ玉編みを今編みかけています。ではまた針に糸をかけて、今度は縦になっている玉編みの根元に針を入れて、長編みの未完成を2つ作ります。かけて根元に針を入れ、糸を持ってきたらかけて2本引き抜く。これを2回して、今ここにまた玉編みの未完成ができています。これはここの部分の玉編みを作っています。そしてこのまままた針に糸をかけ、次の横になっている、この横になっている土台になっている玉編みの根元に針を入れ、長編みの未完成を2つ作ります。はい、針に6本糸がかかっている状態です。そしたら針に糸をかけ全部引き抜きます。はい、そうするとこのようになります。はい、この後は同じことをずっとね
繰り返し続けていきます。段の始まりは立ち上がりの玉編みが1つ、その後は横の玉編みと斜めの玉編みと、これもねちょっと斜めなんですが縦の玉編み、この3つの玉編みを一度に引き抜いて、次また同じように123つの玉編みを作ります。この3つの玉編みをこの後ずっと繰り返していきます。立ち上がり、鎖を3目、針に糸をかけて中心のところですね、この中心に針を入れ、長編みの未完成を1つ、針に糸をかけ、次はここです。ここに針を入れて長編みの未完成を2つ、そして針に糸をかけたら、今度はまだ何も入っていない玉編みの根元、ここに針を入れて長編みの未完成を2つ、これで針に6本糸がかかっています。針に糸をかけたら全部一度に引き抜いて、3つ目の玉編み3目一度ですね、これができました。繰り返します。鎖を3目、針に糸をかけて中心に針を入れ、長編みの未完成、針に糸をかけ、今度はここですね、ここに針を入れて長編みの未完成を2本、そして3つ目、針に糸をかけたら土台の根元です。長編みの未完成を2つ入れて、全部で6本針にかかっている状態になったら、針に糸をかけて全部一度に引き抜きます。鎖を3目、針に糸をかけ中心に針を入れ、長編みの未完成を1つ、針に糸をかけ、先ほど最後に玉編みを作ったのと同じ根元ですね、ここに長編みの未完成を2つ、そして針に糸をかけたら、何もまだ入っていない次の玉編みの根元に長編みの未完成を2つ、針に6本糸がかかっているのを全部一度に引き抜きます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ目の、玉編み3目一度ですね、3つが集合しているものができました。鎖編み3目、針に糸をかけて中心に針を入れ、糸を持ってきたらかけて2本引き抜く、針に糸をかけ、先ほど最後に入れた玉編み、ここですね、ここにまた長編みの未完成を2つ入れます。そして針に糸をかけ、次の玉編みの根元、この横向きに土台になっている玉編みです。
ここに針を入れて、長編みの未完成を2つ、針に6本糸がかかっているのを確認したらかけて全部一度に引き抜きます。最後まで繰り返します。はい、繰り返してきて、最後土台の玉編みが1つ残っている状態まで来ました。鎖を3目編んだら針に糸をかけて中心に針を入れ、長編みの未完成、針に糸をかけ最後に入れた玉編みと同じところに針を入れ、長編みの未完成を2つ、そして針に糸をかけて最後一番端っこですね、玉編みが入っているこの鎖の部分に長編みの未完成を2つ編み入れます。全部で6本針に糸がかかっているので、かけて一度に引き抜きます。はい、これで2段目が完成しました。最初に、玉編みを10個作ったのが、下にですね横に並んでいます。12345678910 10個の玉編みが横に並んでいて、そして立ち上がりの玉編みがここに1つあります。その後は123、3つの玉編みを1つにまとめたものが12345678910、玉編みの3目一度も10個並んでいる感じになります。これをね繰り返していきます。最後ひとまとめにした状態ですね。では、3段目いきます。同じことの繰り返しなんですが、まず鎖3目で立ち上がります。そして編み地をくるっとひっくり返したら、針に糸をかけてこの中心部ですね、ここに針を入れ、糸を持ってきてかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜いて立ち上がりの玉編みを1つ編みました。そしたらあとは同じです。3目鎖を編んで針に糸をかけて、鎖の上半目と裏山2本取るように針を入れ、長編みの未完成を作ります。鎖3目の根元のところですね、1目目の鎖に長編みの未完成を1つ入れたら、針に糸をかけて立ち上がりの玉編みの根元です。この前段で最後6本一度に引き抜いて、中心になった部分、ここに針を入れて長編みの未完成を2つ、
針に糸をかけたら今度は次の、ここもね横に玉編みが10個並んでいるはずです。裏から見ているのでちょっと見え方が違いますが、ここに横にね、玉編み1つあるので、このギュッと集まった中心部、ここに長編みを2目、未完成ですね、長編みの未完成を2つ、針に6本糸がかかっている状態でかけて全部引き抜きます。はい、これで立ち上がりの玉編みが1つと123玉編み3目一度ですね、できた状態になります。ではこの後はずっとこの長編み2目の玉編み3目一度を最後まで繰り返します。ずっと同じことを繰り返して高さを出していきます。鎖3目長編みの未完成1つ、針に糸をかけたら次のすぐ下のこの中心部ですね、穴があるので分かりやすいと思います。ここに長編みの未完成を2本、針に糸をかけて横になっている玉編みのこっち側ですね、次の穴のところに長編みの未完成を2本、全部で6本糸がかかっているのを一度に引き抜きます。123目の玉編み一度がまた1つできました。鎖を3目、針に糸をかけたら中心部に針を入れ、長編みの未完成を1つ、針に糸をかけすぐ下の中心部ですね、ここに長編みの未完成を2本、針に糸をかけ次の中心部です、ここに長編みの未完成を2本かけて全部引き抜きます。はい、これをずっと繰り返していって、全部で10段編みます。はい、3段目の最後の方まで来ました。最後ちょっとここね分かりにくいのでやっていこうと思います。鎖を3目編んだら針に糸をかけて中心に針を入れ、長編みの未完成、針に糸をかけすぐ下のこの中心のところですね、長編みの未完成を2つ、そして針に糸をかけたらこの横になっている玉編みの端っこなんですが、ちょっとこの今見えているのがこれが裏山でこれが上半目です。こっちから針を入れて2本取るようにして長編みの未完成を2つ、そして全部一度に引き抜きます。はい、3段目がこのようにできました。あとは繰り返していきます。端っこのここの目だけ少しね入れにくいのでちょっとよく見て針を入れるといいと思います。繰り返し編んできて10段目の最後の部分を編みます。鎖3目をしたら針に糸をかけて中心に針を入れ、糸を持ってきてかけて2本引き抜く。鎖3目と長編みの未完成が1つできました。針に糸をかけてすぐ下の中心部ですね、ここに長編みの未完成を2つ、針に糸をかけたら最後ですね、この横になっている玉編みの根元のところ、
こっちは裏側なので見えにくいので、この裏山と上半目ですね、このように針を入れて2本取るように長編みの未完成を2目入れます。はい、全部で6本針に糸がかかっているのをかけて一度に引き抜きます。はい、これで10段分編めました。最後鎖1つを編んで糸をカットします。針と糸を抜いてキュッと引き締めたら、これで本体がね編み上がりました。横はねちょっとジグザグとしているんですが、この後縁編みをしていくのであまりねこのジグザグ感は目立たなくなります。それでは次は、このね縁を編んでいきます。最後編み終わりました。この中心部に針を入れます。最後の編み終わりの中心部に針を入れたら、白い方の糸をかけて引き出します。鎖3目で立ち上がります。立ち上がったらまた鎖を3目編みます。全部で鎖6目ですね。針に糸をかけたらまた同じ中心部に針を入れ、先ほどの糸端2本は編みくるみます。かけて糸を出してきたら長編みを編みます。編めたら鎖を1、そしてこのね鎖3目目、先ほど立ち上がった鎖3目目にマーカーをつけておくと分かりやすいかなと思います。鎖3目目にマーカーを入れておきます。はい、長編みに鎖1を編んだところです。針に糸をかけてまた同じ中心部に針を入れ、長編みを編みます。編めたら針に糸をかけ、今度はこちら側の向きに変えて、横になっている玉編みの根元ですね、ここに針を入れて、糸端は編みくるまずに後で糸始末をします。長編みを1つ、そして鎖編みを1目、もう一度同じところに長編みを1目入れます。はい、このように V 字になっていますね。横になっている玉編みの根元の部分、長編み鎖1、長編みと編み進めていきます。長編み鎖1、同じところにまた長編みです。次の玉編みの根元ですね、ここにも長編み鎖1、長編みです。繰り返し編んでいきます。次の中心部、玉編みの根元ですね、長編み鎖1、長編み、長編み鎖1、長編み、
こんな感じになっています。で最後のここですね、角になります。角にはまず長編み、鎖1、また長編みを入れたら今度は鎖を3目編みます。そして同じところに長編み、鎖1、長編みです。角はこのように長編み、鎖1、長編み、鎖3目、長編み、鎖1、長編みとなります。またこのように向きを変えたら横になっている玉編みの根元に長編み、鎖1、長編みというのを繰り返し進んでいきます。同じように編んでいってぐるっと一周してきます。縁の1段目ぐるっと一周回ってきました。先ほどマーカーをつけた、最初のところに戻ってきたんですが、その手前ですね、長編み1、鎖1、長編みと編んだので、最後は針に糸をかけてマーカーのついている目と同じところですね、この角に長編みを1つ編んで鎖を1つ編みます。そしてマーカーのついている目に針を入れて引き抜きます。引き抜いたら2段目に行きます。鎖を1つ、そしてこの角の鎖3目のスペースに針を入れ糸を持ってきて細編みを編みます。この細編みにマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら長編み、鎖1、長編み、この V の鎖1のスペースに長編みを斜め編みます。2、3、4、5、6、7、斜め編めたら次のスペース、 V のスペースですね、ここに細編みを1つ、そして次のスペースに長編みを斜め、これを繰り返していきます。長編み斜め編めたら次のスペースに細編み、次のスペースに長編みを斜めです。はい、そして角ですね、角もこの V のところに長編み斜め、斜め編めたらこの鎖3目の角のところに細編み、またこちら側に向きを変えてこの
V のところですね。長編みを斜め入れます。長編み斜め細編み1つというのを各スペースに繰り返し編んでいきます。角はこんな感じになります。では一周ぐるっと繰り返してきます。はい、一周ぐるっと回ってきました。最後の、スペースですね。この部分に長編みを斜め編み入れます。長編みが斜め編めたら、ここで糸をカットしてマーカーのついている目にとじ針で糸始末をします。針と糸を抜いてとじ針に糸を通したら、マーカーのついている細編みの頭がここにマーカーがついているんですが、このマーカーを飛んでこのように針を入れます。そしてマーカーは外します。ちょっと白で見えにくいかもしれないです。今通したこの糸をすぐ下にある細編みの頭と同じくらいの、このね上から見た鎖が同じくらいになるように糸を調節して、最後に編んだ長編みの頭ですね、この糸が出ている頭に上からこのように針を刺して、裏側にも1本糸が通っているんですが、ここも通して針を抜きます。そして、このすぐ下の細編みの裏側ですね、ここに針を通します。そうすると綺麗にねチェーンステッチでつながっています。そしたらあとは裏側で見えないように糸を通して糸をカットしたら完成になります。それぞれ、ここにもね角に糸が出ていると思うので、こちらも糸始末をしたら出来上がりですね。出来上がるとこんな感じ、同じようにハンカチになっています。こんな感じで完成です。ニッタワルのこの本体の部分もお花模様のようになっていて、若干透け感もあって、縁の部分はシェル編みを使ったねちょっとエレガントな感じにもなっているので、プレゼントするのにもすごくね可愛いねニッタワルになったと思います。で、この糸がですね本当にね吸水率が高くてですね、コットン 100% を使うよりもすごく使いやすかったので、ハンカチニッタオルとしても優秀なね糸になっていると思います。1日集中して編めばね3枚くらいはねパパッと編めるので、
ぜひね、いろんな色でたくさん編んでいただけたらなと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。